こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。梅雨の季節。私たちはこの時期、水かけは多少楽ですが、大切な仕事が待っています。黒松や赤松の目切りです。昭和の初めにはなかった単葉法というやり方。一度伸びた芽を元気をつけて切り落として、そこから新たな芽を吹き出させる。その作業が黒松赤松の育みを美しさせます。今日はそのやり方を去年に引き続いてご説明します。また去年と違うものもやってみたいと思います。お楽しみください。2本の木を用意して同じ目切りでもそれぞれに違うことをやらなければならない木です。これとこれが何が違うのか、ここから始まる作業でお分かりになると思います。今日はこの羽生打ち手 S キューブの管理の責任者角田さんに手伝ってもらいます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて、両方とも古い中品の黒ですけど、はい、こちらとこちらでやり方が違うと思うんですが、やはり完成度合いによってその枝の作りであったりだとか、これからこう作っていくっていう構想のもとで目切りをやる手順であったりだとか方法が変わってきますので、どちらかといえばこちらはもうある程度もう枝組みもできているという状況でなっているように見えますよね。はい、それでこちらがどちらかというと大変素材としては素晴らしい内容を持ってますけど、まだなんか一歩足りない枝の作りがあるような。将来性を見越すともう少し枝の作りを緻密にやっていった方がいいという感じですかね。と同じ目切りでも目切りのやり方というか、はい、今年やるべきことが違うわけですね。そうですね。基本的にこの大きさで根をさばいて植え付け角度を変えてしまうと、その年に芽が伸びても目切りというとちょっと負担が大きいですかね。そうですね。やはり目切りをかけるんであれば植え替えしたものはなるべくやらずに。ここ大事なポイントです。植え替えと目切りを一緒にやると結構木の負担は大きく芽が出づらくなる場合がありますから、もし目切りをなさるという自分の計画があれば、その前の年に植え替えを終わらせて目切りの年をなるべく控える。この木の場合なんかだと今度は彼岸掛けの植え替えで鉢合わせになるんでしょうかね。そうですね。芽が出揃った中で秋の植え替えっていうのが順当な手順ですね。とても大事なところです。さて、それではまず一つずつを実技でやってもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。前葉切りをかける木は新芽が伸びた元からほとんど切り落とす形になります。大胆にわずかな葉を残して新芽の部分を取る。こんなに取って大丈夫かなとお思いでしょうが、これが黒松の強さです。これを全部やるにはその年の非梅というものがとても大切になります。これを一の枝から樹幹にかけて全てこなす。もちろん弱い芽、強い芽、極端な場合はそれを残しながらというのもありますが、ある程度均等な培養がなされていれば全部切り落とすのに問題はないものです。さて、去年お見せしなかったもう一つのやり方ですね。岩石症に近い素晴らしい肌、中品としての古さ、枝付きのこの端的な美しさは黒松独特のごまかしのない良さがあります。はい、ただ見てわかるように、もう木の作りに対してこの一の枝はある程度しっかりとしたものがあるんですが、はい、この返しの枝がちょっとボリュームが足りない。それと、ここが全部懐がなくて見えているので、できればこの枝などが懐が隠れるように作っていってあげたい。はい、だからできればこの部分、
この部分をまだ枝を充実して伸ばしていくためにする。それで他は詰める。そうですね。伸ばすところに関してはあまり手を入れすぎないということが。なるほど。さてこれだけの繁茂がしてます。はい、で短くするときにこの去年葉というのがこれだけ強くありますが、これはこう切るだけでよろしいんでしょうか。基本的には切った後には葉すかしをしてなるべく日が中に入りやすいようにしてあげるっていうことも重要ですね。なるほど。切るだけだと密になりすぎてて、そこの芽がしっかり充実した発芽が起きないってことですね。そうですね。じゃあ逆にこう伸ばすところはまた意味が違うってことなんですね。そうですね。なるべく力強い枝を作るんであれば葉数は多い方がいいということです。なるほど。さて角田さん、これ芽切りが今全部必要なところが終わったところですか。そうですね。じゃあここから密になりすぎるところに光を入れるためにこの去年葉をもうちょっと透かして取るんですか。少なくしてあげて、あとは今残してある芽をもう少し調整するような感じですかね。つまりさっき言ったようにこことかここはもっと枝を作りたいから伸ばしていくわけですね。これだと多いのでやはりもう少し減らした上で伏せることを想定した中で枝を抜きつつ力を入れる部分に関してはそのまま伸ばす方向でいきたいと思います。結局ある程度外してこの芯になる枝で枝の充実を図って最終的にはこの中枝でそうですね。犠牲枝っていうもので力をつけつつ なるべく太らせてあげてっていうところの途中の段階ですね。こことここを残してるわけですね。じゃあこれとこれは切らずに伸ばしておいて作って他はきれいに古葉を少し透かし取りをするということですね。だいたいこれぐらいの葉透かしの場合は、その去年のこの力強い葉の場合、この元葉はどれぐらいを取ってどれぐらい残すんですか。基本的にはやはり5枚を基本として残しているのと、あと弱い芽に関しては少し多めに残すって感じですね。5枚っていうのは2葉を1目としてそうです5目っていうことですね。じゃあそれ以上多いところはもう元の古い方から取っていくってことですか。極力、元の葉っぱを取りつつ先端を残してっていうところですね。それも強弱によって多少違うってことですね。去年一昨年と猛暑が来てしかも空梅雨が続いて芽切りの後大変苦労したと思うんですけど、今年はエルニーニョの影響かなんかで普通の例年通りの梅雨が来そうだというんですが、やはりこの芽切りの後というのはできれば曇り空や梅雨空の方のが芽吹きにはいいわけですね。そうですね。やはり全然湿度が変わりますので、その湿度が重要で、やはり空梅雨の時は葉っぱに水をかけたりだとか、そういった手間がありますから、今年は助かってますね。多い人は1日2度も3度も葉水をかけると言いますね。やはり環境にもよりますが、そこまで徹底していただければ助かりますね。さて何時間かかけた作業が終わりました。どうでしょう。後で画像の中で見るとやる前今また少し木が違って見えると思います。充実し始めた下枝、まだこれから作るこの上枝の懐部分見てください。先だけ伸ばし先ほどと違ってこう伸びていくんだなっていうのが少しは
見えてくると思います。角さん、ここから一番大事な管理は何ですか？やはりしっかり葉水をかけるのと、肥料ですね。あとは日に当てると。この湿度が切れないように、はい。結局本来芽が吹くというのは3月4月なんです。3月4月の頃の芽が吹き上げてくる感じを思い出させて、夏の強い日差し、この温度の高い日差しや気温の高いもの、これの時にせめて湿度があれば木は芽が吹きます。本来はこの時期に芽が切られるのは木は嫌なわけです。でもそれを促す、そこが私たち盆栽を携わる人間が日々の培養でそれを克服するものですね。この二枝を伸ばして、この枝を使うというよりもこの元までを使ってまたこっちを作るわけですか？そうですね。やっぱり太らせるとか力をつけさせるために必要ではありますけど、最終的にはここはいらなくなってしまいますね。こうやって見てもこの枝たちからすればここ細いですもんね。そうですね、まだまだ。他はね、元がしっかりしてる、はい、やっぱ黒松っていうのはこの枝元がしっかりしている、作っていくっていうのが本来の姿ですから、そこへたどり着くための仕事ですね。なんか先が見えてきて、じゃあこれからまた暑い夏へ向けて管理お願いします。ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。黒松の芽切り、2つの木を皆さんにご紹介しました。一つは春からの培養で力をある程度整えた古い、もう枝がある程度できている木。この木は全芽切りを施したものです。こちらは次の時代に銘木になるような素材。できている枝、まだできていない枝、芽切りをし、葉を透かし、光を当て、そして足らない枝を充実するための仕事。つまり芽切りというのはただ全部やるのではなく、芽切りをしながら小枝を作り、そしてまだ足らない枝をそこだけは伸ばしてやる。そのような仕事を続けることで、盆栽は素晴らしくなっていきます。ここから先ほども申し上げたように、葉水をかけて湿度を与えながら光を与えて、しっかりした芽が吹き出てくる。そうするとその芽をまた少し減らして、たくさん出た芽を2芽3芽にして枝の数を整えていく。そのような日々の仕事が待っています。ワウチャンネルはこのように季節季節でいろんなことを少しずつ皆さんにお伝えできればと思っています。文化的なこと、水石や飾り、いろいろなものがありますが、ぜひチャンネル登録をなさって多くお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。